東方プロジェクトの能力、東方キャラというと大体は一人一つは能力を持っている。ただし持っているだけで悲しき運命もたどるキャラも存在するけどな。そんな能力者の中にはあるきっかけで開花したものもいるのです。どういった経緯で覚醒したのかどんな能力なのかすごく気になるぜ。今回はそんな能力覚醒者たちの裏話を紹介していきますよ。それでは授業開始です。ということで、まずはじめに紹介するのは頼神姉妹の姉である頼神シオンです。スーパー貧乏神ブルー。もう一人の頼神ジョーンとは双子の姉妹の関係にあり、シオンが姉ですよ。その正体は泣く子も瀕する貧乏神で、東方憑依花で起きた完全憑依異変の黒幕。妹の頼神ジョーンは疫病神で自らも言っている通り、まさに最強最悪のコンビとなっています。シオンの特徴として、青のロングヘアに、薄汚れたパーカー、若干透けてる青のミニスカートを着用していますね。世界中の女子キャラ集めてもこんなにも貧困そうなキャラクターはまずいないだろう。また手には物乞い用のボローワンを所持し、黒猫とおぼしきぬいぐるみを抱えています。また服やリボンには請求書、差し押さえ、督促状といった札が大量に貼られている立ち絵。このことから二次創作になると服を全部脱いで大事なところは請求書だけで隠すというのがお決まり。前回の際どい衣装キャラで習ったけど、さらに際どいものがあるんです。そんな彼女の能力は自分も含めて不運にする程度の能力。自分含めちゃダメでしょ。ストーリーでは頼神ジョーンにこの能力を悪用され、対戦相手に頼神シオンを憑依させ、強制的に負けさせるという戦法を使っていました。この能力は財産にも使えて、失われた財産は借金になり運気は不運に変換されて、彼女の中に溜め込むことができるのです。実際は人の不運を溜め込んでくれるんだよな。ヒナと同じように疫病神とも称されているので似たような神様なんでしょう。ストーリー序盤、中盤ではキャラクターに取り付いて仲間内で攻撃させるという凶悪な戦法を使用。そして東方憑依花のストーリーのラストでは、ゆかりレイムの策によりジョーンが引き剥がされてシオンがマスターとして引っ張り出されてしまうのです。これに対してジョーンが戦闘では何一つ役に立たない姉さん一人じゃ絶望的だとありったけの罵倒を繰り出し、レイムからも無能の雑魚貧乏神呼ばわりされてしまったのです。こうして怒りを爆発させてしまったということか。そう、みんなバカにしやがって、そんなに言うことないじゃないといい。シオンは激高し、本気モードに突入。なんと彼女はスーパー貧乏神と変化してしまったのです。これが神の力か。ストーリーの基礎からドラゴンボールをオマージュした、前作の格ゲー作品の東方神秘録を思い出させられますね。今まで本気を出さなかったのは自分を含めて全てのものが不幸になってしまうからだったようです。この状態のシオンは立ち絵も変更され、青く立ち上る神々しい圧倒的な負のオーラをまとった状態となります。シュエン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 って効果音なってそう。外見こそ変わらないものの、目つきがキリッとしたものになっていますよ。急にここまで変化すると衝撃的だな。かなりかっこいい立ち絵となっていますね。これまで蓄積した不運が爆発した状態で、一度こうなると猛烈な負のオーラを見境なく撒き散らすのです。レイムもすごい負のオーラと評していて、かなり驚いている様子で、後ろのドット絵を見るとかなり慌てていますね。こうしてブチギレて覚醒したシオンとレイムは、今作の最後のバトルとなったのですよ。攻撃の技を見るとどす黒い色をした負の文字の弾幕を放ってくるようになります。これが神対神ならぬ、貧乏対貧乏か。そして異変後でも、能力を制御できない貧乏神である彼女は誰からも嫌われ、どこにも引き取り手が現れないという不運ぶり。仕方がないのでもともと貧乏な白霊神社で過ごすことに、迷惑をかけられても、シオンを引き取るレイムはいいやつだな。さらにその後はシオンの能力すら跳ねのける幸運者のひなない天使に出会い、行動を共にするようになったのです。二人は調子に乗って暴れまくり、しばらく幻想郷を二人の脅威が襲ったとのこと。新たな最強コンビ爆誕。このようにシオンは最強能力を覚醒させたキャラだったのです。周りが不幸にならないために抑えてくれていたのは偉いね。ただ能力には矛盾点があるんですよ。服装があまりにも際どいことから私たちとしては幸せということが、幸せは考え方次第だということを教えてくれているようです。それでは次に紹介する、能力覚醒キャラは、望まれない不老不死の藤原の母校です。不老不死の人間であるかぐやの宿敵、アスカ、奈良な時代のとある貴族の娘として生まれるのです。望まれない子であったらしく、妾か、もしくは父親には子供を設けるつもりがなかった5歳の子であったと思われますね。母校の父にあたる貴族は、かぐやに出された難題から逆引きすると、倉持の巫女のモデルである藤原の不人ではないかと推察されていますよ。彼女の父は蓬莱山かぐやに求婚した際に、難題をふっかけられ恥をかかされたんだよね。現在は迷いの竹林に住み、妖精たちに顔が利くこともあって、迷い込んだ人間を妖怪などから守りつつ出口まで連れて行ったり、急病人を永遠邸まで連れて行くなどの護衛のボランティアをやっているのです。
迷いの竹林を熟知しているところを見ると、やはり長いことこの辺で住んでいることがわかるな。格ゲー作品では真溝や茨城河川に実力を認められていて、新記録ではすでに何個ものオカルトボールを持っていることからも幻想郷でもトップクラスの実力を持っていることがよくわかるぜ。そんな模倣の能力は老いることも死ぬこともない程度の能力、あるきっかけで人間を不老不死にする蓬莱人にする薬を飲んでしまったことでこの能力を身につけた元人間です。長く生きたことで妖怪とも渡り合えるほどの妖術を身につけたんだよな。炎以外にもお札や陰陽系といった妖怪退治に特化したような様々な術を駆使しています。あまりにも妖怪退治の腕が良すぎて集団でやっているのではと疑われるほど。かっこよすぎるだろそれ。模倣の強さの秘密としては、不死身なのを利用して自分も焼き尽くされるような火力の術も平気で使ってくることから非常にパワーがあるのです。まさに死に物狂いの一撃。格ゲー作品ではポケットに手を入れたままでの喧嘩キックや、力任せにぶん殴るでヤンキーっぽい戦法を駆使してきます。ヤンキーが似合う飛鳥時代の子。そんな模倣の炎属性らしいスペルカードの一つが、火の鳥砲力天井。グリモワール・オブ・マリサの説明によると、大きな焼き鳥を飛ばしてくるスペルカードで、腕を振り下ろすと、その方向に鳥が飛んでいき腕が横に振ると広範囲に鳥が飛んでいくとのこと。非常にインパクトのある弾幕なので、マリサも勢いがあってかっこよくて好きなスペルカードと書かれています。派手好きな弾幕が好きなマリサと模倣は相性良さそうだぜ。この炎の力は蓬莱の薬によるものではなく、長年模倣が生き続けた結果身につけた力を利用しているのです。つまり不老不死の力を使って新たに獲得した能力ということになるのか。それが一番際立っているスペカがあり、その名前はパテストバイフェニックス。蓬莱人が死して蘇ることなく不滅の魂のままフェニックスを憑依しているスペカのため、時期は攻撃は干渉不能となるという理不尽な無敵状態になり、一方的な攻撃を受けるしかない耐久スペルとなっています。無敵状態が無制限ってチートすぎだろ。このようにかぐややエイリンといった他の蓬莱人にはない魂からの起死回生技を持つのは、唯一の人間からの蓬莱人であり、死の経験の多いことからこそ編み出された模倣だからできる芸当だということがわかりますよ。しかしそれだけ彼女が何度も死を試みたことがわかるということだから悲しいものだな。ただし最近では彼女を受け入れるものが増えてきて、思った以上に仲のいいものが増えてきていますね。また時代を超え、場所を超えた父親の存在にも注目です。ということで次に紹介する、能力覚醒士キャラは、自称最強のチルノです。いつかは最強になると信じてる。チルノはユキンコちゃんで妖精の中でも格別に力が強い存在であり、湖の妖精のリーダー格だそうです。一人称は値だけではなくて私も使います。名前は冷える、頭が寒いの意味の英語のチルからで、見た目が子供なのはチャイルドとチルドの韻を踏んでいると思われるぜ。またチルノの元ネタは、ウンディーネという説があります。ウンディーネは四大精霊の中の水の精霊。実は大体の場合、ウンディーネは美しい女性の姿をしているとされていて、人間との秘伝物語が多く伝えられています。このことからチルノもガチで設定上美人の可能性が高いんだよな。そんな可愛らしいチルノは東方高魔教からたくさんのゲームにも登場していて、書籍でも主人公並みに活躍していて、二次創作ではネタキャラと引っ張りだこ。しかし大人気のチルノが2017年東方プロジェクト第16弾東方天空ショーでは衝撃の姿に変貌したのです。なんとユキンコとは思えないこんがり小麦色になり、ひまわりと朝顔を身にまとったチルノに大変身。アローラチルノっていたんだ。その二つ名も解けない炎天下の妖精となって、熱さと強さを感じさせるものとなりました。その通りで、東方天空ショーでは主人公たちと劣らないほどの強さを身につけ、幻想郷を大暴れ、とにかく攻撃範囲が広い拡散ショットが特徴。道中は圧倒的な弾数で敵を一掃できる優秀すぎる性能となっていますよ。弾幕数おかしすぎだろ。スペルカードの氷クールサンフラワーも非常に強力で発動した場所を中心に、回転する巨大な氷の花で攻撃するという氷の妖精とは思えないほどのパワーを身につけました。これは間違いなく能力の段階が大きく飛躍しているな。そしてなんと後ろとの世界にもたどり着き、幻想郷の賢者の一人にして今作のラスボスである究極の絶対姫神マダラオキナと出会ったのです。しかし日焼けしたのには秘密があるようで、オキナが言うに。オキナ、お前、気がついていないのか？それ以上暴走したら、妖精とはいえ持たないかもしれんぞ。証拠に肌が黒くなってきているじゃないか。チルノ、これは日焼けだぜ。夏の勲章だ。とのことで、力を持て余している状態にあり黒く変化しているのです。それを否定して夏の勲章って返すのが面白すぎる。また沖永言うには、それは違うな。暴走の影響が見た目に現れているだけだ。完全に自我を失う前にここから去るがよい。お前に与えられた背中の力は解いてやるように言っておくぞ。無事に弱くなるし、肌も元通りに戻るだろう。背中の力ってなんだよ。お前の後ろについてきている季節武器それのことだよ。その影響力なしではお前の力など見る影もないぞ。
これは値の力だ。最強が怖くてしょうがないんだろ。一丁もんでやるぜ。出たー。伝説の超イケてる煽りセリフ。一丁もんでやるぜというのは目上の者が下の者に稽古をつけるような時に使うセリフですが、妖精と神というまさに天空のような存在に使っているんですよ。チルノちゃんの煽り性能も覚醒。大きな害に背中の武器によって能力が覚醒されたことがわかりますね。だから日焼けしていて強くなっていたんだな。そう、オキナの力の影響で、チルノ自身の力が大幅に強化したため暑さに強くなったのです。褐色肌もその影響の表れで、しかも暴走一歩手前という非常に危ない状況でした。しかし元の状態でもチルノが強くなっていることがよくわかる場面があります。それは、東方妖精大戦争のエクストラステージのマリサとの弾幕ごっこ中でのセリフです。それがこちら。マリサやるな。お前、どこでそんな力を。チルノまだまだ平気だよ楽勝だね。さっさと倒れろってんだい。まあいいさ、舐めてかかって悪かったな。ここからが本当の弾幕ごっこだ。なんとこんなに強かったなんて、これはやばいな。もうそろそろ勘弁して。これで最後にしてやる。人知れず砕け散れ。といったように、今作のストーリーに出てくる三妖精を追いかけながら弾幕を凍らせる力をつけたことで、かなり成長していったようで、あの弾幕ごっこ愛好家のマリサでもなんとこんなに強かったなんて、これはやばいなと言わせているのです。おお、元の状態でもチルノは強くなってきているのか。これは本当にチルノが成長すれば幻想郷を脅かす存在になるのかもな。私もチルノが成長できるように、一丁もんでやりますよ。霊夢部長の突然下ネタを吐く程度の能力の覚醒はやめてくれます？ということで次に紹介する能力覚醒者は、私と同じタイプの匂いがする冷戦うどん芸稲葉です。ET みたいに心通わせたようです。月では渡月頼姫の部下で優秀な兵士でしたが、月で戦争が始まると聞いて地上に逃げ出し、エイリンたちの元へ転がり込んだ過去があります。これには、その前に行われた月面戦争が関わっている可能性が高いんだよな。もし月面戦争について気になる方はこちらを見るといいぜ。それを負い目に思っていましたが、エイヤ賞以降は徐々に地上に慣れ始めてきて、漢樹伝では自ら地上のウサギだと名乗り異変を解決に至っていますね。冷戦が徐々に成長している姿が描かれるのっていいよね。そんな彼女の能力は狂気を操る程度の能力、エイヤ賞、貝塚、奇想天までがこの能力。光や音の波長を操ることで幻覚や幻聴を起こしたり、位相をずらすことで相手から視認されなくしたりできるのです。渡月姉妹や矢心エイリンからは、戦闘に関して高く評価しているぞ。初登場のエイヤ賞では冷戦が放ったのは弾幕と原子を組み合わせた凶悪な攻撃で、かなりトリッキーな弾幕なことから非常に初見殺しでした。例えばハフ、マインドシェイカーは弾幕を全方位に発射させた後、狂気の瞳を発動させて弾幕を分裂させ、再拡散させる技で驚かされた人は多いでしょう。最初こんなんどうやって攻略するんだよって思ったよな。しかし慣れてくるとこれほど楽しい弾幕はありませんね。こうして逆にこの原子を利用され、主人公たちは弾幕を回避、冷戦は撃破されてしまったのでした。そして異変後は幻想郷を広々と活動するようになり、最近は人間に変装して里に薬を売りに出ていますよ。これが彼女の成長につながるのですが、それを見越して我らがエイリン先生はおそらく指示したのでしょう。東方地霊気伝のデコエイリン可愛すぎてお注射並みの衝撃が、それにしてもさすがは矢心家の天才だよ。そして彼女は精神的にも成長し、歴代でも最難関にして、歴代の異変でもトップクラスに危険な東方漢樹伝で時期に抜擢。おそらく昔なら逃げ出していたはずですが、なんと自分は地上のウサギだと堂々と元同僚に名乗り異変を解決に導いたのです。感動的すぎて涙がポロリ。その時の能力は狂気を操る程度の能力、ではなく波長を操る程度の能力へと変化。音、光、電磁波、物質の波動、精神の波動などあらゆる波について、その波長、位相、振幅、方向を操るのです。狂気を操る程度の能力はこの一部であり、非常に幅広く応用が利く強力な能力ですね。なるほど、一部から成長によって大幅な波長を操ることができるようになったということか。そう、波長を操ると、例えば波長を長くすると、のんきになり、何事にもやる気をなくし動かなくなるうつ状態に持っていけるのです。また戦闘面でも優秀で、波長を強くして存在を強くし、どこにいても声が聞こえるようにする。波長を弱くして存在を弱くし、近くにいても声が聞こえないようにする。波長をずらし干渉不能にし、触れることができないようにする。波長を逆位相にし存在を否定し、存在を消す、などの効果を駆使し、相手を狂わすことができますよ。実際にイビルアンジュレーションというスペカを使うのですが、敵弾に2回まで当たっても大丈夫になる波動のバリアを張れるようになるのです。3回まで当たっても大丈夫なのはでかいな。このように冷戦は精神的な成長によって、能力も覚醒されたと思われますよ。昔の冷戦は脅威から逃げ出していたけど、仲間の応援で成長し、同じような脅威から立ち向かったなんて感動的すぎるな。また冷戦が時期としての活躍も見てみたいところですね。
次回はムッキムキになって出てきたりして、それはウサギなベタベタ説。それではラストに紹介する、能力覚醒者は霧雨マリサです。魔法の森に住む魔法使いアリス・パチュリーラと違い、魔法を使うのに種族が魔法使いではないという異質すぎる存在。魔法使いは妖怪に分類されるようだな。そう、妖怪は怨霊に弱いのですが、東方地霊気伝ではパチェも倒れ、後天的なアリスも乗っ取られた後倒れていました。アリスはやっぱり妖怪なんだ。魔法使いであるために魔法を使う妖怪と相性がいいのですが、設定上好かれてはいないのです。公式でも普通にアリスと隣にいる場面めっちゃあるけどな。また収集癖があり、物が捨てられない性格、負けず嫌いでひねくれ者、努力家で勉強家ですが、そのことを人に知られるのは嫌い。しかしそのことについては、ヒエダー級が各東方部門式で書かれているので、バレている可能性は大。マリサの性格は、いい意味でも悪い意味でも一緒にいると楽しめるキャラという感じです。能力は魔法を使う程度の能力。何でも破壊するような魔法が得意で、それ以外は得意ではないようだぜ。そんな努力家のマリサは磁気ボムがスペルカードである作品では、レーザー装備で必ず使用するスペカがあるのです。そのスペルカードはみんなもよく知る、マスタースパーク。その火力は凄まじく設定上山を崩壊させるほどのパワーを持っているとか。いや人間の少女でいいんだよね。さすがのプリキュアでも勝てないでしょう。ゲーム中では初期のマスパで見ると攻撃力、無敵時間、弾消し能力、どれをとっても高魔境時点から強力でした。しかし後方がガラ空きなのと、使用中は移動速度が著しく落ちるのと、放ったら方向を変えることができないというのが欠点でした。そもそもマスパは弾幕ごっこ向きのスペルカードではないんだよな。グリモワール・オブ・マリサのスペカ説明で、マスタースパークは気持ちいいほどの超火力ではありますが、その分本人曰く隙が多いとのこと。ちなみにハッケロを使ってレーザーを出しているわけですが、改造してたくさんマスタースパークが出るように研究中とのこと。弾幕ごっこと相性が悪いとはいえ、それでもマリサは好きなことに、一生懸命に努力して取り組んでいったのです。そしてエイヤ賞ではグリモワール・オブ・マリサで言っていた複数のマスパを放つことに成功するのです。その名前が、恋心、ダブルスパーク。その名前の通り、2つのマスタースパークを放つことができるというかなり弾幕向きなものとなったマスタースパークです。拡散するマスタースパークを開発していたようだが、その一つがこのダブルスパークってことか。さらにファイナルスパークという大技も身につけることができるようになりました。このファイナルスパークは東方エイヤ賞にて、マリサが使用するラストスペルです。さらに威力の増したマスパをなぎ払うという超大技。ルーナティックでは名前が魔法ファイナルマスタースパークになるんだよな。マスタースパークよりもやはり強力で、効果時間が長いんですよ。スイムソーでは次期スペカのマスタースパークよりも発生が早いのですが、使用後は浮力霊力ともに使い切るため1ラウンドに1回しか使用できないようになっていますよ。まさに名前の通り、最後の切り札というわけか。次期ボムラストスペルではマスタースパーク以上の威力と無敵時間を誇り、雑魚はもちろんボスをも瞬殺するんですよ。ボス時にはラストスペルとして使用し、ダブルスパーク以上の極太レーザーを追尾時期狙いで放つのです。またマスタースパークの方向を変えることができるようになってきているんですよ。そしてエイヤ賞から7年後の2011年東方神霊廟ではなんと通常のスペルカードでも左右に方向を変えられるようにもなったのです。自分の弱点をどんどん直していってさらに強力なマスタースパークに進化を遂げているのか。そして現在最新作のバレットフィリアたちの闇市場と、東方強力異分でも新たな能力を獲得していたのです。東方強力異分では水を使った弾幕アクションとなっていて、光や爆破を得意とするマリサも珍しく水を使っていました。意外にもマリサは本来水属性なんだよな。そう、そのことから水属性が得意であろう村佐船長からも実力を認められていて、やはり十分に水系統の技も使えることが分かりました。なるほど、さらに使いこなすことができるようになれば現在のマスタースパーク以上のスペカの開発もできそうだぜ。ただし本来の力を発揮したマリサでも手加減で勝つという化け物が登場しました。このキャラはぶっ壊れすぎてる。また破壊する魔法が得意なはずのマリサがバレットフィリアではなんと魔法陣を駆使して戦っていたのです。よくよく考えてみると確かに珍しすぎるな。このことから繊細な魔法であろう魔法陣の召喚もできるようになっていて、マリサの成長がよくわかります。これはマリサの努力による成長が感じられますよね。このようにどのキャラクターたちも努力によって能力を成長させたことがよくわかります。シオンも不幸を抑え込んでいたという努力があるしな。私たちも彼女たちに見習って成長して、能力を覚醒させていきたいところですね。視聴者の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。視聴者さんはどのキャラクターに能力を覚醒させてほしいか、よければコメント欄で教えてくれよな。実は他に能力覚醒者がいるので次回はそのものを取り上げていきます。他にもいたんだ。一体誰なのかすごく気になるよ。次回は音楽作品で活躍するヒフークラブ。